こんにちはー。本日も始めてまいりますせ。スーパーオズ対戦 F 完結編。今回はその、第55話、タイムリミットの前編の後半戦になりまするのよ。我がオズはこの作戦にあたり、なんちゃってキャンサーや回収ビル号を投入し、空いたトーラスにはドロシー城を乗せ、万全の体制で臨んでおりますが、未だ中ボスクラスの追加配備組は、キャプラン1機を倒したのみでありまして、まだまだアシマ卿ブラビ卿、アレキサンドリアを残している状態であり申す。バシューン。いやはやトルギ2のビム差でもこの程度ですか。水中入られるとビーム兵器で、攻撃できないから、人難儀じゃのー。何の話してましたっけか。あ、そうそう。あと依然としてサイコガンダムマーク2と、ジオンは基地に張り付いたままでして、いつ釣り出そうかと思案している塩梅ですわいな。現状の渦のユニットでどれだけキャツランに命中させられるかどうか、未知数なので、不安で仕方がありません。今回ウィングゼロにはビームコーティングの強化パーツを施してありまして、ジオン戦に備えてあります。あとメリクリウスと VI8 には、ファティマで命中補正を加えており、必中持ちのトレイズと、ゼクス2人で、サイコガンダムマーク2とジオを、打ち破るつもりなのでありまするぜ。来たー。アレキサンドリア、なんちゃってキャンサーに1300もの、ダメージ与えるとは、やりおるじゃなかかい。しかもダメージ10、カチコチすぎるぜ。よっしゃー、陸に上がってきたでアシマ卿。レッドワン、相手してやれ。シャシャシャー、反撃するんじゃレッドワン。ビギーン。ザザザザザザ、バシューン。やっぱ硬いね中ボスクラス。お次はまた海蛇かい？ブラビ卿くん、やっぱそうですかいなそうかいな。なんちゃってキャンサーの中身はブアルブアロなので、守備に関しちゃノー問題なのですわ。うろー、初のヒットだ魚雷攻撃。しかも1200ものダメージ与えてたね。やっぱ水中ならそこそこやれそうじゃばよ。あ、そうそう。中ボスクラスの改造段階は6です。しかも今日のやつを、スコを取りまして、なかなかお強うござりまするのよ。のこのこ陸に上がってきたアッシマー卿を、打ち抜けのイン。じゃあ、避けられたー。アシマ卿やりおるわい。ほとほと森にしといてよかったわい。気力もあってか3桁で、しのげたのでな。おっとトールギスは当ててくんろよ。いけー。射程外からじゃ。びっくりしたじゃろ円盤が。次は避けれるかな？アシマ卿くん、ツイン。バスター、ライフルジャバー、いったれー、バチコーン、残り1500、そして、バチーン、なんちゃってプラネートディフェンサーなりよ。とどめはこの方レッドワン、クラッシュシールドで仕留めてちょうだい。パイロット悪かわ楓、なんすとたりとも、俺のスパロボを邪魔する奴は許さない、なんちって。これで残る中ボスクラスはブラビ卿とアレキサンドリアとなりました。しゃー。右側のカブトムシ部隊を片付けます。あ、80何パー避けましたね。あんた、まあ、これぞスパロボってとこかいな。ニコルック感はしくじりませんぜ。イエーイ。カブトムシ捕まえました。さささ、もう一匹も捕まえましょう。ドロシー城はすでに気力が、138、いやはやおっとろしい娘でよ。ビームカノンでこの威力じゃもんね。走行もかなりカチコチじゃば。この後の動きも含めて戦艦は、メリクリブアイエイト方面へと移動させておきまするよ。ブアイエイトのビームキャノンで、ピラニアの餌に変えてやろうか。円盤くん、少しかわいそうじゃが一撃必殺。ボカーン、これも新型機ビル5のビムキャで、一撃ぜよ。当てられようが避けられようが、操作ミスをしてしまおうが、構わずノンリセットでプレイしております。このドキドキハラハラが皆さんに、伝われば、嬉しいのじゃが。キャンサーからの攻撃じゃ、反撃できない円盤くん、やっぱ武器が弱いから少し削ることしかできませぬ。一応、5段階改造なんですよこれでも。アマゾン川に A 発見、これより殲滅する。バシーン、硬い A だぜ。困ったもんだ。さあ我がオズはコンマップの、ボス2人を無事に倒すことができましょうか？できると思ってくれたそこのあなた。お？キャンサー君には届かないのか。仕方がないな。トレイズ閣下がお相手いたそう。私のレディアン、早く戻ってきておくれ。てなこと言うてみたりしましておっしゃー、かかってきやがれアレキさん。ミサイル VS ミサイルじゃ。相変わらずなかなかやりおるアレキさん。反撃だ。アレックス。じゃあ、未だ中の、
ダメージですか残念。次回後編も敵方の追加配備を行いましたよ。なんやかんや言っても、敵の無人機たちは、あまり進路妨害してこない位置におりますので、スルスル抜けて、あっという間に解除ボタンにたどり着けてしまうので、今回は試しに完全に、進路を塞ぐ位置に敵を配置してみましたのよ。ワイルドだろー。邪魔なんだぜー。もう鬼の強さじゃトルギ2。毎回あれなんですよ。準備に相当時間取られとりまして、プレイ時間はあっちゅうまで、残りは編集作業に追われとりますのよ。改造するのも毎回手探りなので、うまい具合にいったりいかなくて何度もフリーズさせたりして、試行錯誤しておりますの。いつ積んじゃうかわからないしね、ドキドキものだぜ。おお。釣り出さずとも、自ら向かってくるのねサイコガンダムマーク2。ちゅうわけで、それなら白っ子だけを、釣り出しましょうってなもんにしてみましたよ。もう7ターン目じゃしね、敵増援もないし。いよいよボスらと決戦か。緊張するけど、トルギ2も健在じゃし、なんとかなるっしょ。じゃからそれまでにアレキさんと、グラビ教訓を片付けておくことにいたしましょうぜ。スパロボ F 世界で総活躍社会目指して、頑張っておりますアスゲンです。じゃあやっぱ命中率は低いビルゴくん。あ、そうそう。多分これも弱のビルゴだと思います。HP 低いから。なわけで、クライスとビルゴが打ち漏らしたのでドロシー城頼んますよ。本に頼りになるぜ。ドロシー城、これ以上の進軍はひとまず避けたいので、サイコガンダムマーク2に近づきつつ、ブラビ卿を削ります。覚悟しやがれ。ナイクリ閣下。残る新型機は、あと3機。そんじゃあ敵が基地を出たら、逆に基地に張り付き迎え撃つぜ作戦に出るために陸方のネリクリブアイエと2機は、戦艦に収容しておいて、強襲する準備に入っておきまするぜ。ウィングゼロには自力で向かってもらうことにします。今シリーズではミリアルドさんは出てきませんのでトルギ3はアチャラ側に配備しようかと考えておりまする。おい、加減向こう岸に渡ってくれよん。仕方がない。トルギ2に狩らせてしまおう。レディアント草は、現在、戦線を離脱しておる体でやっとりますです。また帰ってくるべな。お、レベルアップしましたがいよいよなのかどうなのかまずはミサイルの撃ち合い再開です。多分いよいよなんじゃろ。わずかにダメージ与え出したぜ。嬉しいけれどもスズメの涙。序盤の頃の弱小オズの面影はほぼなくなりましたな。今最強。よーし来たぞ。まずは1回戦目じゃ。ロザミアバダム勝利。払ったーもはや無敵の。トレイズ閣下。いけー。ドーバーガーン。次銀。そうか必中すら。必要なかったかトルギ2。ロザミアちゃんは普通なので、気力はそのまま。敵じゃなかったぜ。2発目ぶち込んでやるさー。次銀。ナイクリ閣下。白っ子も釣り出されてアマゾン川の手前までやってきましたどうでっしゃろ。トルギ2のドーバーガンがあと一発になっとります中華来たー。ついに2回行動来ましたぜ。ブイブイそれはさておき、ひとまず当てることが叶わない皆さんで、ほら壁を作っていきませう。来るなー。これ以上来るなーって感じでね。で引き続き射程圏外の、トルギにアレキさんを攻撃させてと、同じく射程圏外のトーラス飛行型くんにバイアランを攻撃させますぜ。バイバイキーン。ほんで、残る一発ドーバーガンをジオウにまずはぶち込んでみるぜ。どんなもんじゃろってなんじゃろなんと、これまた必中必要なかったみたい。なので熱血使ってぶち込みます。勝負だパプテマス白っ子。いけー。ドカーンドカ。よっしゃーこれならなんとか、倒せそうかも。しかもまたもやシールド防御。なくても3000弱とは末恐ろしい。これなら基地に張り付く作戦いらんかも。なわけで、急遽変更その場で、ひらめき聞かせて攻撃してみるぜ。さすがにウィングゼロでは必中あった方がいいみたい。ゼロよ。私を導いてくれ。沈めー。なこと言わせてみたりしまして6000強なら上出来。射程8のサイコガンダムマーク2は、今更ですがドロシー上に、繰り出してもらおうと思いまするよ。カモン。
一度は帰還させた、ふーちゃんライちゃんコンビですが、基地へは向かいませんので、再度森へと降下させます。最後に弾切れトールギス2は、弾丸補充のために一度帰還させまするわ。ズンどこトルギー、オズのユニットは、まあまあ走行あるから、プラネートディフェンサーは有効じゃね。やっぱ欠点は、その命中率にあり申すな。メインメガの破壊力は未知数なので、ここは防御でしのぎます。よしよし、ジオウは無事に溶かしてくれた。射程から外れたウィングゼロは、サイコガンダムマーク2とやり合いまするぜ。必中が必要じゃないってわかった今、熱血ぶちかませるからでかいでよ。そうだ決まりだー。次銀、いったー一気に抜けました。ロザミアちゃんはこれにて撤退。本筋では、ロンドベル隊がジャブローを制圧した後、ゲターンズから入電があり、各自爆装置が作動しており、その爆破時間は今から15分後なので、地球退避された人の通達が来ます。イゴール準将は、まず囚われの身になっているアランを解放し、ジャミトフの陰謀で、すぐにここジャブローが吹っ飛んでしまうことを伝え、自身は急ぎ中央ブロックにある起爆装置を止めに向かいます。しかし、そこには警備用の無人機が配置されていることを知っていたアランは、自分もそこに向かうことを決意します。いけー。ビルゴ、よーし見えたぜアレキさん。白っ子やる前にてめえを仕留めておきたいだがや。ほぼ全員気力はマックスなのね。その頃、ロンドベル隊も同様に逃げている時間はないとの判断を下し、総員で基地内に突入し、起爆装置の解除に向かうことに決めます。とどめだアレキ、ニコルンビーム。キャンサーのおかげでアレキを足止めできて戦いやすかったですわいな。さあ、ここからは再びジオウ戦。まずはエネルギーパックを交換したトルギ2が白っ子の進路を塞ぎつつビム差で切りかかっていきまするぜ。とやー、どだー。参ったかー、まだまだ元気なジオウくん。なんか、ほぼほぼシールド防御してるように思うのは私だけでしょうか。さらに熱血ドーバーガンで、畳みかけるぜ、いけー。ボカーン、ボカボカボカ。さすがにひるんだか、パプテマス白っ子。ようやくまともに食らいました。さすがジオウ ?3000 強食らわせてきよった。さあ波状攻撃だわさ。74%か。言ってもうたれー。ダメでしたやっぱ命中補正が欲しいところ。いやはやこれでバランシュナイルとやり合えるじゃろか。なわけで、お次は集中効かせたメリクリレッドワンがジオウ。さらに削りに行くぜ、放てー。バッチコーン。見えたよ。終わりが見えた。ズコーン。さすが白っ子やりおるじゃなかかい。残りのメンツでさらに囲みましてー。ドロシー城には西に逃げていただきます。適当に囲みましたが、果たしてうまい具合に行きますでしょうか。おう、再び陸に上陸されたしパプテマス。今度はひらめき使って再度メリクリウスで仕掛けます。追い込まれたぞ。パプテマス白っ子。どうするんだい？ぐる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 。ズドーン。よーしこれであと一撃もらうとアウトだったから、ひらめいてるんだぜ。最後当たるかビームキャノン。トロは得意。決めとくれ。ビシューン。バッチコーン。ボカ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 。無事に全滅させれました。残るターンは15ターン。これでタイムリミット後編に望みをつなげることができましたよ。それでは次回、タイムリミットの後編で再びお目にかかりましょう。さようなら。